ちは。いつも YouTube ご覧いただきありがとうございます。今日は新着ウイスキーのお話です。富山にあります、若鶴酒造さん。こちらで新しいウイスキーを作ってくれました。三郎丸蒸留所と言います。こちらは、1952年にはウイスキー作りをしていました。その頃、他でも日本酒のメーカーですとか、焼酎のメーカーはやはりウイスキー作りをしていました。大変ウイスキーの人気のあった時代です。それがウイスキー人気がぐっと残念ながら、下り、だいぶ閉鎖といいますか、休止してしまった蒸留所も多かったのですが、また最近のウイスキー人気に、ありまして、復活してくれたところがたくさんあります。今、約30の蒸留所が、蒸留所といいますか、日本国内にウイスキー作りをしているところがあります。さて、こちらの、三郎丸ウイスキー。1952年に、できましたが、その後、ウイスキー作りはちょっと休んでいて、2017年、3年前にまた新しく、もともとあった蒸留機なども、リニューアルしたり、手直ししたり、新しく作ったりして、ウイスキー作りを始めました。ウイスキーと呼べるには3年かかります。2020年、ちょうど3年経って、ウイスキーとなって誕生いたしました。それ以前は、こちらのニューポット、お分かりいただけますか？透明です。まだウイスキーと呼べない赤ちゃんです。こちらが出ていましたが、この頃からとてもヘビーで、ピーティーで、しっかりとした骨格のあるウイスキーで期待をしていました。さあ、こちらの三郎丸ウイスキー、蒸留所。今回のウイスキーの特徴といいますか、蒸留所の特徴ですが、まず、ラベルご覧いただきますと、こちらはタロットカードです。タロットカードの、はい、愚者、はい、フールの絵が描かれています。タロットカードは70数枚ありますが、その中でももう0番。こちらの蒸留所がもう1からというより0からスタートという思いを込めて作ったそうです。こちらはですね、とても、面白いのは、まず、マッシュタン、麦汁を作るところですが、そこは大抵、ステンレスを使っているところが多いんですけど、なんとここは陶器のものを使っています。そして、発酵槽には、日本国内ですと、木で作ったものが多いんですけども、なんとホーローを使っています。そして、もう一つ。これが世界で唯一なのが、ポットスチル。はい、ほとんど全ての蒸留所は銅で作ったポットスチル、蒸留機を用いていますが、なんとこちらは鋳物で作られています。今、特許を出願中ということですが、国内では特許を取れたようですね。世界でも特許を取ろうとしています。銅と何が違うのかと言いますと、鋳物なので、厚く作れて丈夫です。メンテナンスも、なんて言うんでしょう、壊れにくい、鋳物で作ると1センチぐらいの厚さで蒸留機を作れるそうです。銅で作るともっと薄いので傷みやすい。それが鋳物で作ることによってとても丈夫で、メンテナンスのしやすい蒸留機が生まれました。その鋳物を例えば日本で言いますとお寺にある鐘、あれと同じものです。相当丈夫ですね。それら、とても特徴のある蒸留所で作られたウイスキー、三郎丸の、今回ナンバー0、フールです。香りはとてもピーティーでどっしりとして、いい甘みもありました。今回確か2000本限定ということです。そのうち1000本が国内で1000本が海外等もちらと聞いていますが、もしも出会ったら飲んでいただきたいウイスキーの一つです。タロットカードが70数枚あるということで、これから定期的にシリーズ化して70数種類の
シングルモルトを作っていくのかなと思うと、とっても楽しみですね。はい、こちらのシングルモルト、サブローマルゼロ、ザ・フール。出会ったらぜひ召し上がっていただきたいウイスキーです。